こんにちは、シャマクロです。今回はオープンソースの画像生成 AI として有名なステーブルディフュージョンの最新版である SDXL1.0 専用の新たな Web UI フォーカスを Google コラボで使う方法を紹介します。画像生成に興味はあるが自分の PC スペックが足りない方や導入方法が難しくてわからないなどの理由で敬遠していた方、また最新の画像生成 AI をとりあえず触ってみたい方におすすめできる方法となっています。5分程度でセットアップが完了する手軽さも魅力です。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。まず今回紹介する WebUI であるフォーカスの特徴をお伝えします。そんなことより実際の手順を早く知りたいんだという方はチャプターから飛ばしてみてもらえればと思います。フォーカスの大きな特徴としてはとにかく簡単で手軽に使えるという点です。公式でも言っているようにフォーカスはステーブルディフュージョンとミッドジャーニーを融合させたような画像生成アプリケーションです。具体的にはステーブルディフュージョンと同じく無料かつオープンソースで公開されています。まだフォーカス自体が公開されたばかりなので最低限の機能しかありませんが、いつ見ても数時間前にアップデートされた履歴があり、開発スピードの速さがうかがえますね。今後カスタマイズ性が上がり、拡張機能などの機能も豊富になっていくことが期待できます。またステーブルディフュージョンを使う上で現状デファクトスタンダードとなっているオートマチック1111紙の WebUI よりもシンプルに環境構築できるのもメリットと言えます。環境構築方法は後で詳しく説明しますね。次にフォーカスはミッドジャーニーの特徴である手軽に綺麗な画像を生成しやすいというメリットも引き継いでいます。ミッドジャーニーと同じくフォーカスでは複雑な機能のパラメータを微調整する必要はありません。UI 上のボタンを選択するだけで高品質な画像を生成でき、ユーザーがプロンプトと画像に集中できるようにするという設計思想のもとに開発されています。このようにステーブルディフュージョンとミッドジャーニーそれぞれの利点を取り入れつつ、最新のオープンソースモデルである SDXL1.0 を簡単に使用できるのがフォーカスです。最小要件の低さも魅力的で 4GB の NVIDIA GPU メモリ 4GB VRAM と 8GB のシステムメモリ 8GB RAM とされています。これは Google コラボの無料版で割り当てられる低スペックな GPU でも動作する程度の要件です。ではここからは実際に Google コラボでフォーカスを起動する方法を解説します。Google アカウントで Google コラボにアクセスしたら適当な名前で新規ファイルを作成します。ランタイムのタイプを変更からハードウェアアクセラレータでキーオン GPU を選択します。これで動作モードが切り替わり実行環境に GPU が割り当てられました。念のため Python のバージョン確認と割り当てられた GPU の確認を行いましょう。この2つのコードを入力して実行するとそれぞれを確認できます。 Python のバージョンは 3.1012 でテスラキーオンという 16GB のメモリが割り当てられていることが分かりました。フォーカスで使用するライブラリの依存関係からして Python のバージョンが 3.10K であれば安定して動作すると思います。実行環境を確認できたのでここからは環境構築をしていきます。必要なのはたった4行のコードです。まずフォーカスのリモートリポジトリをコピーします。実行してもファイルが反映されない場合は更新ボタンをクリックすると最新の情報が反映されます。次にコピーしたリポジトリの中に移動します。そうしたらリクワイアメンツ、バージョンズ、テキストの内容に従って必要なライブラリをインストールします。ライブラリをインストールした後にランタイムの再起動を求められるかもしれませんが、再起動しなくても次に進めました。ここまでで準備完了です。最後にこのコードを実行してフォーカスを起動しましょう。使用する SDXL1.0 のモデルのセーフテンサーズファイルが2つダウンロードされます。フ
ファイルサイズは1つで 7GB ほどあるため少し時間がかかるかもしれません。2種類の URL が表示されますが、グレイディオ、ライブを含むこちらの URL からアクセスします。アプリの起動時にシェアを付与したことでこの URL からアクセスできるようになりますが、 URL がわかると誰でもアクセスできてしまうので、他人に URL を教えないように注意しましょう。アプリを開くと非常にシンプルな画面が表示されます。画像生成を実行するにはプロンプトを入力してから生成ボタンを押すだけです。試しに画像生成をやってみましょう。プロンプトを入力したらジェネレートをクリックすれば生成が始まります。とても簡単に SDXL1.0 を使用して画像生成できました。デフォルトでは一度に2枚の画像が生成されます。単純なプロンプトでも簡単にクオリティの高い画像を生成することができていますね。アドバンスドモードについても説明しておきますね。アドバンスドのチェックをオンにすると、生成画像のサイズや一度に生成する枚数、スタイルなどを選択して切り替えることができます。チェックを選択するだけで切り替えられるので、パラメータを微調整する必要がない点は簡単に操作できていいですね。スタイルを変えると生成画像の絵柄を大きく変えることができます。選択肢が多いため生成したい絵柄の大半は網羅されているのではないでしょうか。どのスタイルを選択するとどのような絵柄になるかはスプレッドシートの一覧で参照できます。このスプレッドシートへのリンクは概要欄に貼っておくのでぜひ参考にしてください。今回はステーブルディフュージョンの最新版である SDXL1.0 モデルを使うことができる新しい Web UI フォーカスを紹介しました。無料版の Google コラボで使う方法を紹介しましたが、その点について補足しておきます。同様に無料で GPU の実行環境を構築できるサービスとして Amazon の政治メーカーがあります。今回なぜ政治メーカーではなく Google コラボでの実行方法を紹介したのかというと、政治メーカーではディスクの容量不足になる懸念があるためです。政治メーカーのディスクは永続的に保持され、ランタイムを停止してもダウンロードしたファイルは残るという特徴があります。ただしディスク容量は 15GB しかないため容量不足に悩まされることが多いです。画像生成のモデルファイルは1つで数ギガバイトにもなるのですぐにリソースを圧迫します。それに対して Google コラボでは約 52GB のディスク容量を使えます。ランタイムに接続するたびにセットアップし直しという手間はありますが、大きなディスク容量が必要な場合は Google コラボの方が使い勝手がいいこともあります。どちらにせよ無料で GPU の実行環境を使わせてもらえるだけでもありがたいですからね。以上、シャマプロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。